皆さんこんばんは。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山です。それでは、本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、今回は、年末年始ということで、小さな話題をやっていこうと思うんですが、今見ているニュースの話ですね。今読んでいるか。で、どんな媒体のニュースっていうのが、信用度が高いのかっていうですね、とあるところの、調査結果というのを今見ております。どこのというのはね、わざわざ言ってしまうといろいろあれね、よろしくないので言いませんが、やっぱりテレビがね、信頼度が高い。あと雑誌、次が新聞ですかね。で、かなり落ちて、ラジオとか、雑誌、専門誌、業界誌、とかで、そして、書籍とか専門テレビ、メジャーじゃない番組ってことですかね。専門テレビ局、SNS が意外に雑誌とかとそんな変わらないというですね。それから専門ラジオ番組でなんだろう、これ、ポッドキャストとかかな。で、あと特になしが30%ぐらいかな。っていう形です。で、別にこの内容についてどうこう言うつもりはなく、いや、テレビそんなに今信用できないだろうとかですね。いや、SNS もっと信用できるだろうとか、そういうことを言うつもりはなく、というかそういう議論自体にあまり意味があると思っていなくて、私自身がじゃあどういうふうに情報を処理しているのかということを今回簡単に、それに価値があるかどうかわかりませんが、一応、この業界何年ですか ?2004 年ぐらいに入って、20年ぐらいですかね。ずっと、ウェブマーケティングっていう名前が一般的になる前からいろんなことをやっていますけれども、こんな風に、情報の捉え方していますよっていうところをお伝えできればいいかなと思って、ちょっと悪い人だったら、だらっとした話をしたいと思っています。で、私自身普段じゃあ何の媒体から情報を得ているかというと、なんだかんだ文字系ですかね。ニュースサイトとか、それから、新聞取ってないんですけれども、日経雑誌ですね。日経、雑誌取ってるのは、毎回名前忘れちゃう。日経さんのいくつか中小企業向けの雑誌取ってます。これは話題を合わせるとか、お客さんが今何興味あるのかっていうのを、やっぱり雑誌の方でもリサーチしてくれているので、それを、楽に摂取するっていう、どちらかというとそういう自分の情報収集というよりは、割と、そうですね、自分のお客さんの、情報を別の角度から得るという観点で見ているので、ちょっと違うかもしれませんが、それ以外だと、一部、ポッドキャスト、SNS も別に、そんなにいっぱいは見てないんですけど、見て、別に信用してないわけでもないですしね、いろんなものを見ているかなと思います。で、何か特別な情報の入り元があるかっていうと、ないと思います。限定された別に何かなんでしょうね、界隈に入ってるわけでもないですし、有料の塾みたいなのももちろん入ってないですし、特に師匠と呼ぶような人も今はもういないので、亡くなっちゃったので、ないですし、本当に普通に手に入る情報の中からいろいろ、あとは自分の体験ですかね、でやっているというような、形なんで、意外とそんなもんですけどね。データ持ってる会社さんだとデータを元にしたいろんな情報を得られるっていうことがあると思いますし、それを元にしたツール使っていれば、普通の人が手に入れられないような情報っていうのは、それはもちろんあるかなと思うんですけども、うちもそこそこの価格のツール使ったりはしているので、そういうのはあるかもしれませんが、ただ、いわゆるね、その情報、出来事とか、それから何かに対しての意見ですよね、論評みたいなものに関しては、皆さんとそんなに別に特別変わらない情報源から、普段情報を得て判断しているというふうに考えていただいていいんじゃないかなと思います。で、でも、他の人は知らんですよ。私の場合って形ですね。はい。で、じゃあその上でこのテレビがとか、その媒体ごとに信用できる、信頼できる、信用できないっていうのを区別つけることに対して、あんまり意味ないなというふうに思ってます。
それは、私の場合基本的に自分がその場で、これは PR だなとか、それからこれはポジショントークだなとか、それから、あと何でしょうね。明らかに憶測で書いてるのは、これはこたつだなとかですね。それから、悪意があるなとか、そういうのは即座にフィルタリングして忘れちゃうんですけれども、そうじゃない情報に関しては、一旦全部、そうなんだっていう感じの箱に入れちゃうんですね。で、その中で覚えておきたい、そうなんだっていう情報と、忘れてもいいそうなんだっていう情報と、があって、覚えておきたいものなんかはポケットとかそういう情報に割とポンポン放り込んでおいたり、もうメモ帳に結構ペティッと貼ったりするんですが、そうじゃないものに関しては、なんか頭の奥底に眠っていてくれればいいかなぐらいで、その場ではそんなに気にしないっていう感じですね。で、なんでそう思うかっていうと、SNS があるせいで、皆さんある情報に関して何か自分が思ったらどんどんアウトプットしなきゃいけないというか、したくなっちゃうと思うんですけど、それがおかしいと思っていて、自分が生きていく中で、あるいは自分の仕事に関係する中で、今その瞬間に意思決定に影響する情報っていうのは、そんなに多くないと思うんですよ。集中的にね、これからこの授業を始めるから情報収集しなきゃいけないとか、そういうステージ、段階にいればまた話別かもしれませんが、普通に生きていて、今じゃあ取り入れる情報の何割が今この瞬間に必要かというと、多分ほとんどないんじゃないかなと思うんで、なるほど、そういうこともあるかもしれないねって箱に入れとければ十分だったりすると思っているんです。で、何か自分が判断をしなきゃいけない、こういうことを決めなきゃいけないっていう状況になった時に初めて、過去自分が集めた様々な情報を引っ張り出してきて、そういうこういう話もあったな、こういう動きもあるな、じゃあこういう風にした方がいいかなって、その時に使うっていう感じじゃないかなと思うんですよね。なので、どの情報が信用できるか信頼できないかっていうのは、そのフィルタリングはもちろんしますけれども、その時その時にそんなに気にしていない。さらに言えば、その時はもしかしたらちょっとうさんくさいなって思う情報であったとしても、後で改めて見た時に、その時の時代の時流を考えたら、これ意外と今考えれば合ってるとかですね。考えるべきだっていうこともあったりするじゃないですか。もちろん逆もありますよね。その時に通じる内容であったとしても、実際に自分が使う段階になった時には、それが、価値がないっていうこともあるじゃないですか。なので思考のトレーニングとして毎回のニュースをその場その場でこういう人たちにとってはこういう価値があるっていう風にアウトプットするという目的でやるなら別なんですけれども、なかなか私も立場的にあんまり意見言いすぎるとサービス提供している方々にとっての利益も減ってしまうので、言えないなんてことを考えると、そんなにね、毎回、表立って発信するほどこねこねして考えていないっていう感じですね。なので情報源がどこかっていうのは、そんなに気にしなくていいんじゃないかと思います。大体全ての情報なんて何かしらバイアスがかかっていますし、バイアスがかかっていることを分かりやすく出してくれていれば、ありがたいかなぐらいは思いますけれども、実際に自分でやってみたり検証してみないと分からないっていう大前提で動いているので、あんまりそれぞれの情報に関して、ここは信頼できる、信頼できないっていうのを考えてないな。相当いろんな情報をたくさん処理しなきゃいけない立場の人はもしかしたらテレビはバサーみたいなことはしないと思いますけれども、この番組はとか、この雑誌はとか、このコーナーはとか、そういう、あるいはこの人はとか、そういう形でフィルタリングを、それがインクルード型なのかエクスクルード型なのかわかんないですけれども、やっているっていうことはあるのかなと思います。では大事なのは、さっきも申し上げましたけれども、この情報発信していかないといけないような時代、何かに一丁噛みしていないとなんとなく不安な今の時代っていうのが異常なのであって、そこに対していちいちですね、いろんな意見領表をしていかなきゃいけないっていうふうに考えることが、正常じゃないというふうに思うんですよね。
とりあえずみんな気になったら、みんなっていうのは、みんなの情報、いろんな情報を、とりあえず箱に突っ込んどいてですね。まあ、その中で後で必要なものを取り出せるようにしておけばいいんじゃないですか。テレビの情報だって役立つことももちろんあるし、なんかそこでメディアごとに分断煽りみたいなことをする人も結構いるんですけど、まあ大体ポジショントークだよなというふうに思います。ね。結局、コンテンツそのものですから。で、まあ、そういう観点で、まあ、あえて言うとしたら、自分でしっかり考えるということに向いたメディアとしては、そのどこがということではなくて、コンテンツの形態、その形としては、まあ、動画は避けた方がいいかもしれないですよね。なんでかっていうと、動画って一番無意識に刷り込まれやすいので、自分でフラットに考えるのが一番難しい媒体ではあります。まあそうするとテレビってなっちゃうんですけれども、まあ、文章あたりが一番いいんじゃないですか。まあ文章メインで考えていくのがいいんじゃないかなと思います。まあテレビも例えば文字起こしして、読むとかしたらもしかしたら面白いかもしれないですね。ちょっと今は本当にジャストアイデアですけれども。やっぱりその、映像が入ってくるとすごく持ってかれる、印象ごと持ってかれるし、自分のそのね、潜在的な部分にやっぱり訴えてくるのが映像ですよね。その映画の成り立ちなんかを知っている方っていうのは、まあそうだよねって思うかもしれないですけれども、すごくやっぱりその人を動かすのに、向いているメディアなわけなので、映画じゃない、テレビとか動画っていうのは、まあ一番気をつけなくてはいけないと思ってます。まあテレビより確かに私もね、YouTube 見てる時間の方が長いかもしれないですけど、やっぱり YouTube なんか相当気をつけて、そのチャンネルどこ見るかっていうのは、いますよね。まあ、YouTube って本当にテレビ以上に危ないなと思うのは、自分がこう、入り込み始めた、例えば特定の内容に入り込み始めると、一気にそっち側にパーソナライズしていくじゃないですか。すごくそのタコツボ化しやすい状況になるので、めちゃめちゃ怖い媒体だなと思って、まあそのあっと言いますからね、1個2個動画見たらもうバンバン関連動画流してくるんで、もうちょっと弱めないとやばいんじゃないかっていうふうには思います。ポッドキャストはね、映像がまずないので、非常に弱いですよね。もともとラジオファンの方が、ラジオ聞いてた方々っていうのが、コア層っていうか、ある人、何かに対してのファンの中ではコアな、方に位置するということが示すがことか、かなりファン向けの深い、後ろの方にあるコンテンツの形なので、ラジオはある意味ある程度染まり始めている人が聞いてるような気もするので、そこまで気にしなくてもいいんじゃないかなっていう気はしていますけど。でも文字に比べたらやっぱりこの、声ですとか、またなんだろうな、こういう喋り方とかですね、まで含めての情報になってくるので、例えば心地よい喋りであれば、その印象が内容にもやっぱり浸透していきますから、そういう意味では文字よりもやっぱり気をつけた方がいいのかもしれないですね。ということで考えると、信用できる情報を自分で判断していくという前提に立ったら、そうですね。それをこれからやるんだとしたら、文字情報系に一旦絞る。雑誌でもいいですし、ウェブ上の記事でもいいし、新聞でももちろんよく、それを自分の中で批判的にというか検証しながら読んでいくというのが最初の一歩としてはいいかなというふうに思います。はい。そういう意味で言うと SNS も文章ではあるんですが、SNS のよろしくないところは、みんながいいと言っているからいいものだとか、あとはバンドワゴン的なものとか、そういう心理的な効果を強く出しやすい場なんですよね。で、自分がいいと思うから他の人がダメって言っていても、これはいいものだっていう意志の強さを持てるようになる段階まで行ってる人って相当少ないと思っていて、
みんながいいねつけてて、そうだそうだって言っていて、で、自分の信念に、結構合ってるなっていう場合って、やっぱそれを無条件に取り入れちゃうっていうのはあると思うんですね。で、新聞、雑誌、それから他の書籍、あとなんだいろんな文字媒体って、それ基本的にないじゃないですか。メディアとかの SNS のいいねの付き方とかっていうのは、その記事ごとに可視化されたりしていますけど、そういうのもそんなに目立つ場所になければ、記事読んでる段階ではそこまで人が何言ってるのかって気にしないですよね。だからあれですよ、ヤフーニュースとか見て、とりあえずコメント欄見る人とかっていうのは気をつけた方がいいです。自分で考えていないってことなんで、どんなに周りがおかしいと言っていても自分がいいと思ったらいいっていうふうに考えていかないと多分始まらないですね。それが結果的にちょっと、実はおかしかったとしてもです。で、SNS の投稿はそうやって空気をうまく作り出すことができてしまうので、正直よろしくないな。で、そうやって耳障りの良いものとか、いかにもなものとか、その実際にそれが価値あると思っていいねをしている人と、なんとなくいいねをしている人と、いろんなものが一つのいいねみたいな概念とか、リツイートっていう概念とかに、リポストか、まとめられてしまっているので、より一層厄介だなっていうのはあるんで、人に影響されやすいなと思う人は SNS の情報っていうのは基本的に避けた方がいいかもしれないですね。そうじゃない情報だけを摂取する場所に変えた方が、いいかもしれないですね。SNS だけで得られる情報なんて別にないですよ。信頼できる人の情報、最新情報をティッカー的に、ティッカーじゃない。ティッカーって言っても伝わんないか。フォロワー限定で見て、なるほど、みたいな風に取る場所としてはいいかもしれないですけど、あんま不特定多数の人の情報っていうのは、それはそれを取捨選択するのに慣れている人以外はちょっと避けた方がいいんじゃないかなっていう風に思います。で、誰にでも公開されている情報って結局そんなに価値ないので、あんまり取る意味がない。それは取らなかったことによる、それで出遅れてる効果みたいなことを感じているのかもしれないですけど、ツイッター相当前から使ってますけど、あの時あの人をフォローしてこの情報を拾ってなかったの、本当悔しいなって思ったことは多分一度もないので、その信頼できるこの人の情報はキープしておきたいっていう人をフォローしてフォローする人の情報だけ見ていく。で、時々おすすめ欄見て新しい人を開拓していくみたいな、使い方がいいんじゃないかなと思います。はい。ちょっと話それましたけれども、どうまとめていきましょうか。まず媒体ごとに情報、どこが信頼できるっていうのを考えるのはナンセンスだと思いますと。それで、なぜそう思うかっていうと、そもそも情報で、その場その場で判断して何か行動にね、影響するものって、相当少ないと思うんで、そのうち役に立つかなとか、そういう感じだと思うんですよね。だったら、その判断する段階になってから再評価すればいいので、どうかそういう箱に入れときゃいいんじゃないかと。そうすると、その場その場で毎回ですね、ここは信頼できる、信頼できないって考えること自体が割と、無意味っていうふうに思います。で、じゃあ媒体ごとにどこを信頼できるか、批判的に読むみたいな、自分で検証しながら読むっていうことをやる場合には、強いて言えば媒体としては映像とかっていうのは、その潜在的な部分に影響するところが大きいので、文字情報系のところからその訓練っていうんですかね、トレーニングを始めていった方がいいんじゃないかっていうところですね。そのあたり慣れてくれば、なんとなく無意識にいろいろ自分の中のアンテナが反応してくるようになるので、だんだん楽になってくるのかなと思います。で、もちろん、その自分の中にできてしまった価値基準っていうものは常に検証していかなきゃいけないので、そのメンテナンスはやっぱり必要で、それは前回か前々回ぐらいにポッドキャストでやったように、割と他の人とディスカッションするとかの方がそれはいいような気がしますね。自分の中で自分一人でエコージャンパーみたいになってしまうのが一番怖いので、という形ですかね。ということでいろんな情報に一丁かみしてコメントをつけたがるっていう癖がある人はやめた方が
いいと思います。将来の自分にも影響しますしね、お前昔こういうこと言ってたじゃないかっていうふうに、一貫性が非常に強く求められる時代なので、あんまりネガティブなこととか、その時その時の時代性を理解されないと、理解した上でないと判断できないようなことに関して、必要じゃないのに首を突っ込んでしまうと、割と将来の自分にマイナスになってしまうので、何に対して言及するかっていうのは結構考えていかないと、今後の過去ほど一貫性をひたすらに、つつかれるような時代においては、負の遺産になってしまうかななんていうことも思います。はい。ということで、表題としては本当信頼できるメディアとは何なのかみたいな話ですが、内実としては、情報ってそこまで重いものではないよねという。で、大事なのは自分できちんとそれを判断していけるようにする。そのためには、じゃあえて言えばこういうことが必要なんじゃないかっていうことを今回はお送りさせていただきました。はい。ね、情報量増えたって言っても多分ね、世の中の情報自体は増えてなくて、その情報に対してどういうふうに考えるかっていう解釈ですね。それが爆発的に増えているのが今の時代なので、解釈ってどこまで言ってもその個人の感想でしかないので、自分自身の解釈を見つけることが一番大事なのではないかと思います。でないと検証もできないですからね。はい。あとは結果的にうまくいけば全て良しという感じです。はい。そんな感じの緩い内容をお送りさせていただきました。ということでですね、今回のポッドキャストは以上になります。今回の内容面白かった、あるいは人に紹介したいなということがありましたら、いいねとかですね、紹介とかですね、また購読とかしていただけると、またね、次回も、どんどん、あと過去のものも含めて聞いていただけると嬉しいなと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。中小企業、小規模事業者の方々専門に、ウェブのコンサルティングから制作など意識いろいろやっております。ラウンドナップウェブコンサルティング株式会社ラウンドナップの代表取締役中山洋平がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。